皆様こんにちは。今回は今進化中の、コミュニティシェーダーズを中心に、スカイリムをできるだけ軽く綺麗にできるモッドを、いろいろご紹介していきます。はじめに、コミュニティシェーダーズの機能紹介から。コミュニティシェーダーズでは、現在大きくこのような機能が利用可能です。ベースモッド導入後に、これらの拡張モッドを追加することで、結構簡単に各機能が使えるようになります。どれも動作が軽く、非力なパソコンでも FPS の低下があまりありません。素晴らしいですね。導入には、この3種類が前提として必要になります。3番目の D3D コンパイラー47はちょっと変わっていて、こちらのモッドページの下にある、オプションファイルに、該当のファイルが置いてあるので、そちらをダウンロードします。必要なのはこのファイルだけで、モッド自体は使用しないので、ご注意ください。あとは、ダウンロードしたこちらのファイルを、スカイリムのアプリケーションと同じフォルダに追加すれば大丈夫です。それから、拡張モッドが変わるたびに、結構長いキャッシュ作成が入るので、まとめて追加する方が効率は良いです。それでは、拡張モッドのご紹介です。まずは、バニラ HDR から、明暗や彩度を調整して、統一されたリアルな映像にしてくれる機能です。右側の負荷の値は、状況にもよるので目安程度にご参考ください。まずは、比較画像から。バニラ HDR には、設定ファイルがありますが、何も変更してない状態です。HDR なしの方が、色やコントラストが強めになります。HDR の方は、色やコントラストが抑えめな代わりに、全体が統一されてる絵になっています。こちらは、リシェードが有効な状態での比較です。リシェードの設定で、色々調整はできますが、HDR ありだと、統一感と透明感が増してるように見えますね。景色は好みがあると思いますので、コントラストや彩度高めが好きな方は、なしで、リアルよりの映像が好きな方は、ありで、パフォーマンスの影響もほとんどないので、好みで、選んでみると良いと思います。続いては、草に光を追加するモッドです。負荷は、草の多さによって変わる感じです。まずは、グラスライティングがない状態の画面から。そして、こちらが有効にした状態です。画面の半分が草ってのもありますが、随分と雰囲気が変わりますね。こう比べると、草の部分以外は変わっていないのがわかります。また、天候モッドや草のモッドには、芝生照明向けに設計されたものもあるので、導入することで、また違った見え方にもできるでしょう。続いては、草に衝突判定を加えるモッドです。こんな感じで、触れた部分の草がちゃんと反応してくれるので、ただ歩くだけでも楽しくなりますね。ENB の同機能より劣っているとのことですが、軽い方がお好みの方は、ぜひいかがでしょうか。続いては、ライトリミットフィックスです。私の環境では、導入だけで負荷は約マイナス3くらいでした。このようにたくさんの機能があって、追加する光源によっては、負荷は高くなるので、環境に合わせて追加すると良いでしょう。でも、ENB ライトをはじめ、これらの機能が軽量で使えるのは、魅力的だと思います。まずは、シンプルに ENB ライトを追加してみました。今は、設定でパーティクルライトを無効にしているので、ほぼバニラのような状態です。では、パーティクルライトを有効にしてみましょう。きちんと、炎が光源として認識されていますね。呪文の発動中も、
この通り ENB ライトが機能しています。これだけなら、パフォーマンスの低下はほとんどありません。ENB ライト対応モッドはたくさんあるので、気に入ったものを導入しましょう。例えば、こんなモッドもありました。ド派手で良いですね。他にも、バニラのフェイクグロー効果を消して、光源だけにする拡張モッドもあります。これだと物足りないって場合は、先ほどの炎エフェクトモッドと合わせれば、派手にしたりも可能です。ライトリミットフィックスには、すべての光源に小さな影を追加する機能もあります。地味でわかりにくいですが、木の葉っぱなどに影がつくのがわかります。キャラクターにも、服のシワや、弓の影がついていますね。まあこんな感じで、ENB が厳しい環境でも、ENB ライトが利用できる、素晴らしいモッドです。続いては、いろんなものに影を追加するモッドです。ライトリミットフィックスにも似た機能はありましたが、こちらは、さらに強化版って感じになってます。比較するとこんな感じです。階段や奥の家の影。特に真ん中の草の影なんかは、立体感がよく出ています。円形の墓地や山肌にも、しっかり適用されていますね。紙の細かい影まで表現できているのは、なかなかすごいですね。設定で影を強くもできるのですが、めちゃめちゃ FPS を食うので、ほどほどでの使用が良いでしょう。続いては、3LOD シェーダーを置き換えるこちらのモッドです。ダイナミック DOLOD に対応していて、それがないと、見栄えは非常に悪くなるとのことです。恥ずかしながら、ダイナミック DOLOD 未導入のため、ない状態での比較とさせてください。こちらが、未導入の状態で、導入すると、こんな感じでした。スライダーで変化しますが、導入前とあまり変わらない感じです。やっぱり推奨環境で利用しないと、魅力が出ないようで、申し訳ないです。続いては、パララックスを追加してくれるモッドです。平面に奥行きを持たせる機能で、ENB などで実装されている、コンプレックスマテリアルに対応しているとのことです。別途オートパララックスも追加導入が必要なので、ご注意ください。私が使っている景観テクスチャは、スカイランド AIO の 1K ですが、パララックス版があるので、そちらを追加導入してみました。視差を有効にすると、こんな感じでした。動画用に導入してみたのですが、かなりいい感じでびっくりです。影の強さも変えれるようなので、ちょっと抑えめにしてみました。スカイリムおなじみの雪景色も、なかなか良い感じです。面白かったので、別の雪モッドも導入してみました。これも一番軽量の 1K テクスチャなのですが、それでも、十分綺麗ですね。雪景色は好きなので、無駄に歩きたくなってしまいます。ちなみに、こんなすごいのに、パフォーマンスの低下はほぼなしでした。同作者さんの毛皮版もあったので、導入してみました。これは、楽しいですね。これなら、序盤にくんもにっこりだと思います。続いては、水の境目をきれいにしてくれるモッドです。この直線的な水の境目が、こんな風に、滑らかになります。しかも、FPS の低下もほぼありません。導入するだけで、水辺の雰囲気が、良い感じになるので、コミュニティシェーダーズを導入する際は、ぜひ一緒に入れておきたいモッドです。ここからは、軽めの景観モッドのご紹介です。まずは、リテクスチャモッドから。これだけで、
大体の地域がカバーされていて、2K 解像度で 6.4GB の容量ですが、私のような環境にも嬉しい 1K 解像度もあります。どんな感じかは、この動画のベースがこちらのモッドなので、ご参考くださいね。こちらは、私の使っている天候モッドです。ノーマルと、最新版の2がありますが、色の好みから、この動画ではノーマルの方を使用しています。幻想的な色合いが素敵な、天候モッドです。こちらも、動画で使用していた草のモッドです。多少の負荷はありますが、比較的軽めで、一面草原になるので、お気に入りモッドの一つです。続いては、随分古いモッドですが、ゲーム画面の、色やコントラスト、光の強さなどを、カスタマイズできるモッドです。設定画面は、こんな感じで、左側は、用意されているプリセットで、それぞれ強さも設定可能です。右側は上から、コントラスト、高度、サイド、となっています。他にも、太陽光の強さや、空の色、明るい部分を滲ませる、ブルーム効果などもあります。また、こちらでは、全体の色の調整も可能です。私は、プリセットのクールミッドナイトを、2だけ足して使うことが多いです。プリセットを2足すだけでも、結構雰囲気が変わります。パフォーマンスの低下もなく、リシェードでやりにくい部分を、微調整できるので、大変重宝しています。いかがでしたでしょうか？もし、この動画が気に入っていただけましたら、評価やお気に入り登録いただけると、大変励みになります。コミュニティシェーダーズは、どんどん進化してるので、これから楽しみですね。それでは、また次回の動画で。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。